はい、こんにちは、皆様。今日はですね、素敵なゲストをお迎えして、対談をとっていきたいと思います。今回初登場のそらさんです。イエえーイ。ー、はい、今回お招きいただいてありがとうございます。はい、ソラと言います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、そらさんとはですね、もう、かれこれ、2年ぐらい ?2 年ぐらいですかね。もうちょっと行くかな。ちょっと深まる前があるとね。うそうでん、すね。ね、うん。本当に素敵な女性の方で、画家さんなのか、アーティストなのか、まあ、両方ですよね。うん、ね、そらさん、自己紹介をお願いしてもいいですか？愛知県在住の、ソラと言います。私は、小さい時から絵は好きだったんですけど、なかなかとね、生まれ落ちた時には下手くそで、一生懸命こう、練習して描いて、なんかできるだけこう、上手くなりたいなと思ってた幼少期があって、で、それでもあんまり上手くなかったので、母親はこの子に絵の才能がないなっていうような幼少期でした。で、そこから、20歳ぐらいになってからなんかこういろんなものにこう賞をいただけるようになって、淡々と書いてはいたんですけど、何か腑に落ちなかったんですよね。いろんなことがなんかこう、こんなの私の絵じゃないみたいな、なんか私なんか違うみたいな感覚があったんだけど、降りてくるってなんだろうとかね、そういったものあったんですけど、わかんなくって。で、ある時、だいぶね、あの、時期が経ってからなんですけど、今からかれこれ18年ぐらいの時かな、時に降りてくるようになったわけですよね。そこから、なんかこう見えてる世界がなんかこう宇宙のような映像が降りてきて、そこから描かせていただいて、今の私に、こう、変化しながらも表現させていただいている感じで、この背景のね、絵も、その私の作品の一つなんですけども、いろんな、油絵以外で描かせていただいてて、ほぼほぼその宇宙的な映像として映ってくるものを描かせていただいている感じです。はい、ありがとうございます。一回ではい。すね、そらさんのお宅にお邪魔したことがあって、はい。その時は本当いろいろごちそうさまでした。いやー、いいえ。こちらこそ。で、普段いろいろお世話になっております。なんですけれども、本うんうん。波動絵って言っていいほど、もう絵から音が流れてくるような、そういう印象だった。うんうん。これ、ありがと後ろの絵も、そらう。うん。さんの作品なんですけれども、これ近くで見るとまたちょっと全然違いますよね。やっぱり原画とね、基本写真を通してとか、そういったものでなかなかこう原画をね、お見せすることってめったにはなかなかないんですけど、自分でも思うけど、全然違いますし、光も違うし、エネルギーも違うと思うし、うん。まずサイズ感もわからないわけですよ。うん。ですね。あ、こんなに大きいんだとか、あ、うん。意外とちっちゃかったとか、そう。意外とちっちゃいのもありますよね。そうで思ったよりね。す。すごいうん。大きいかと思ったってうん。言ってたものが、あれ、意外にサイズ感ちっちゃかったみたいなパターンもあって、うん。逆にそんなに大きくないかなと思ったら、すごい大きいみたいなね。ちなみにね、この後ろのは、大きいサイズのものですけど、額も作らせていただいてて、その額そのものも作品として、こう、全部その宇宙的にこうつながってる、感を表現したくって、額も作ってるんですけど、割と105近くぐらいかな。まだ今はね、大きくて、額入れてね。うん。そう、私もすごい感動したのが、あの、
枠までアートになってるっていうところですよね。サうん。ンさんの作品のちょっと特徴として、はい。通常枠は別だったりとか、まあ、うん。なしだったりとか、うん。あるんですけれども、その枠の部分も含めての、うん。みたいな、立体感がそ出てくるっていうか、う。はい。きっかけ言っていいですか？はい。通常ね、やっぱりこうフレームというものがあって、フレームってとっても大事だと思うんですよ。で、画家さんによってはそのフレームを買ってから絵を描く、フレームに合わせた絵を描かれる方もあるんだけど、私の場合はやっぱりフレーム考えずにまず描くわけですよね。降りてきたものを描かせていただいて、で、そこに額をイメージした時に、そのフレームって浮かばないわけですよ。まあ、販売されてるものとか、仮に作るにしても、枠に収められちゃう感じ。うん。それがなんか自分の世界観と違うなと。私が表現したいのは、どこまでも永遠に広がる宇宙観なんで、この枠で収めるのって不自然だなって感じたんですよ。ってことは、フレームもその宇宙観で広がりを表現するってことから始まったのと、あともう一つ、非常にフレームって高いわけですよね。それなりのものを選ぶとね。なのに、満たされるものがない。だったら自分で作っちゃおうと。うん。貧乏症も含めて。なんかこうね、コストダウンも最初はできるわけですよね。選びによっては。で、結構大変なんですけども、私が額を作る時って、自分のやりたい、根本ではないんです。作業的には。でも、額を作ってる間は、ちょっとそこはね、もう誰かにやってほしいなと思うぐらいなんですけど、描く段階になってくると、やっぱりちょっと自分のね、本領が出てくるというか、で、出来上がった時はやっぱりね、作ってよかったなーって、大変ながらも作ってよかったなと思いますね。そういった経緯です。なるほうん。ど。深いですね。まあ、本当にはい。すごい他の画家さんと違う一番のポイントだと思うんですけれど、やっぱスうん。タッチみたいに絵がこう飛び出してくるようなイメージ、プラスアルファ、音として聞こえてくるような。うん、ありがたいね、それね。うん。で、私も瞑想音楽とかを作ってるんですけうん。うん。ども、周波数と同じような感じで、周波数が絵から感じられる。嬉しい。今、ソラさつさんは具き。体的うん。に何か活動ってされてるんですか？絵を描くことを、まあ、日々毎日やってきたわけではないんですけど、できるだけ、なんかやっぱりその周波数とか波動とかね、その辺って自分の中にこう変化があったりするので、その、あんまりこう乱れてる時に描きたくなかったんですよね。なので、まあ、できるだけこう整ってる時に描きたくなる時に描いて、で、それで販売するとかそういうことをやってなくって、お誘いいただいた時の、あの、公募展とか、そういったものに参加させていただいて、そして、まあ、いろいろと受賞もいただいてね、おかげさまでね、全然本当に思いもよらず、いろんなところ参加させていただいて、ほぼほぼそこではいろんな賞をいただけたわけですよ。で、自分でもね、不思議なぐらいに、トントン拍子にいろんな賞をいただけたんですが、そこから一旦ちょっと、なんかこう、2年ぐらいかな、他にね、他のお仕事とかちょっとしながら、少し絵から離れてたんですけど、やっぱり私はこの世界が、まあ、主軸なんだなっていうところで、今、まだまだこう、活動し始めた感じですけど、これから例えばレプリカを作っていったりとか、どういう範囲でね、広げていこうかなっていうのはまだ、まあ、バチッと決まってはないものの、本当にここから活動、させていただいて、まあ、皆様のね、お力もお借りしながら、どん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 とこう、まあ、やっぱり広げていきたい、波紋で広げていきたいっていうのがテーマなんですよ。おー、そううん。ですね。私の
作品とか音楽とか、それぞれね、例えば、さつきさんのダンスとか、音楽とかも、私の中では奏でって言ってるわけですよ。奏でる。で、それを雫っていうのはなんかこう行動するときですね。で、その雫で落として、で、それを波紋で広がる。自然に。なんか別に私が語らなくても、まあ、この作品がここに存在する。例えば私もここに存在する。それで波紋が広がるって世界がこれから見えてるわけですよね。私の中で勝手に。だからそういったことをコンセプトで、奏で雫、波紋ってうん、いうこのトリプルで広げていきたいなってテーマでね。うん。なるほど。はい。もう結構、ソラさんの絵自身が、もう本当スピリチュアルアートなので、まあ、ありがとうございます。それでいつも私が感じているのが、まあ、周波数。うん。うん。そうですね。もう高次元の周波数なんですよね。まあ、ソラさんのハイヤーセルフさんとも結構お話をさせていただくことが多いんですけれども、お世話になっております。まあ、ソラさん、ある意味チャネラーさんなので、まあ、チャネリングの表現の方法として、とうん。形だったりとか、あとはシンギングボール奏者さんとしての、そこでの周波数を出すっていう形なんですけど、最近私、周波数がテーマなんですけれど、うん。その周波数について、まあ、絵も絡めてお話で聞かせていただきません？はい。いや、私、ある時、ちょっと、どなたかとわからないんだけど、まあ、いろいろね、お友達とかこう話してる時に、ずいぶん前なんですよ。もう何年も前に、自分の口から、すべて周波数なんでって言ったわけですよね。おー、素晴らしい。うん。その時に、自分も、あ、そうなんだっていう、自分の言葉から出て自分が認識するっていうこのパターン、まあ結構あるんですが、普段からね。だから割と勝手になんか喋ってるんだけど、あ、そうなんだっていうパターン、結構繰り返しあるわけですよ。日々、日常。で、特に何の意識もなく、思考もなく、意識もないって言ったら変かな。思考もなく、こうお話ししてるときに、もう勝手に出てくる言葉として、周波数でしか人を捉えられないって言ったわけですよ。うん。うん。で、その時に私が初めて周波数で人を取ったんだみたいな。だからそうやって感覚をずっと子供の時から感じてて、何か表面的に見えてるものと、そこから出てる、にじみ出てるものね。から人のなんかこう、あり方とかを感じちゃう。うん。まあ、例えば嘘も分かっちゃったりとかね。うん。で、ある時そういういろんな感覚から自分のその感覚を自分で拾って、この人をこういう風だと決めつけてる時もあったんですけど、今はあえて決めつけない。うん。その自分で感じる周波数はあっても、その人をその時点で一瞬で感じたその周波数ってその一瞬なので、周波数ってやっぱ変わるものだと思ってるんですね。その時その時。だから、その人が今この瞬間、例えば今さつきちゃんを見てるさつきちゃんの周波数で、さつきちゃんがこういう人だっていうふうに決めつけるってことを私は前はしてきたわけですよ。ただ、これって常に揺らぎ変動しているので、それに対して私も変わるし、皆さんも変わるし、変化はしていくので、まあ、決めつけない周波数で感じるけど決めつけないってことをあえて自分で気づきながら捉えてるわけですね。うん。すべて波動、周波数っていうのはテーマにあるんですけど、うんやっぱり人を捉えるときとか、例えば物質でも捉えるときとか、このドライヤー壊れてるとか、でも壊れてるって決めつけてる自分がいたりして、その時に、すべてのものに周波数があるので、なので、私がそのドラえに対して感謝したりとか、いや、なんかありがとう、今までちょっと放置してごめんねとか、そういう私の中の周波数が変わることによって、そのドライヤー君は元気になったりするわけですよね。うん。うん、そうやって全てのものがそういう世界だなっていうふうに私は捉えてるので、
表明もするし、物理科学とか詳しくはないんですけど、そこでそういうふうな説明はあまりできないんだけども、感覚的に全部そういうものでつながってて現象化するんだなっていう、うん、この世界、そういう周波数での現象化だって感じてます。素晴らしい。私も最近、その周波数によって自分がいる周波数が少し後の未来うん、をもう全部形取ってるんだな。まあ、結局、うん、の中に世界があって、あの、そうね。うでん、周波数が未来を作ってるってうん、結構宇宙から言われて、いつも気分良くしなきゃいけないじゃないですけど、そうした方が、まあ、自分が望んだ未来が入るなって、手に入るな、考えているんですが、うん、うん、うん。えっと、でも人間って落ち込む時もあれば、光る時もあっそうなんですよ。て、この時の周波数ってまあまあ乱れまくってるわけじゃないですか。まあでもまあ人間だからそれも楽しいのかなと思いながらいるんですけれど、そのうん。時の周波数をまたその、ワクワクの周波数に戻すのって、ソラさんどういうふうにされてますか？あ、もうこれ私の中ではっきり決まってて、人間なのでっていうね、まず。もう人間なので認めるわけですよね。で、人間やりに来たので、ある時ね、まあこれちょっとはしょりますけど、あ、私人間好き好んでやりに来たんだなってことに気づいてから、まあ、いろんなこうフェーズを通りながら、今私がそこに対して言えるのは、どんな自分も自分で責めてきたりとかね、例えばどういう人、こういう人はダメだとか、要は言い悪いでジャッジしてきて、で、こういう、それこそ波動は良くないとか、うん、この波動じゃダメだからこうしなきゃとか、そういったものを全部外れたわけですよ。要うんするに、今存在している自分の感情、さつきちゃんかわいいねとか、例えば、さつきちゃんが私に何か言ったとしたときに、あ、ちょっとさつきちゃん、今それムカつくとか、そういったね、この感情がもしあった、これ例えばですよ、うん、とかあったときに、まず自分のその感情を OK するわけですよ。OK して、前は、あ、こんな風に思っちゃいけないとかね、こう、自分の中でジャッジ繰り返して、ね、これ人に対してもやるわけでしょ。自分の中でやってて。で、それですごく残念な世界を生むことがあったわけですよね。でも、全部トータルして湧いたものとか、外側でも湧いてるものとか、そういったものを全部 OK にしたわけですよ。うん OK でいいんだなって気づいたから、OK にしたというより、だっているじゃんって、どんだけごまかしたってそういう自分の感情もいるじゃん。いや、なんか、この世界すべて素晴らしい、もう完璧って言ってるわけですよ。でもその完璧って全部複雑にいろんなものが存在してる。それすらが完璧なので、私が言ってる完璧っていうのは、整った世界が完璧でなくって、歪んだ状態で完璧。うん、なんかこういうの、なんかダメ、こういうことダメっていう、そういうふうに感じた自分も OK。全部、やさぐれようが、怒ろうが、それを否定した自分の方がきつかったから、うん、だから、なんか全部 OK にしちゃうと、この宇宙の法則って、やっぱ丸になっちゃうわけですよ。だから歪んでることが丸になるので、整った世界が不思議と来るわけですよね。荒れてたのに整った世界が来るっていうのは、荒れてることも OK。うん。全部 OK にしちゃって、OK に感じた時点で、あれって消えちゃう。これ私の中で消化って言ってるんですけど、焦点の焦に花と書いて消化。まあ、ある意味胃のね、消化ともまあちょっと同様ね、こう、ちゃんと噛み砕いて感じて、そのものがあるんだなっていう。で、胃液で消化するっていうのもね。うん。食べたけど食べてないって言ったら食べてるわけですよね。だから結局、その自分の思い込みでいろんなことをチェンジさせようとしても、あるものはあるので。で、それをダメだなっていうふうにね。これも人間の体験ですよね。うん。そういうふうにしちゃった体験っていうだけで、
私の中で OK。もちろんそういう世界観で生きてらっしゃる方はまだいっぱい見えて、で、私もまだまだいろんな気づきがあって、でも全部全てが体験なので、私の中では全て体験しに来てると思ってるので、どんな感情が湧こうが、体験っていうぐらいで、起きたとかね。そんな感じで、ダメにしてないわけですよ。うん。人間、ポンコツなんで、ね、みんなもポンコツだし、私もポンコツだし、いっかぐらいの感じになってるので、そうすると消化しちゃうんでしょうね。だから、何が起きてても楽、うん。ネガティブも楽とか、そういう感覚になってくる。苦しい、もう楽しいみたいな。楽しんでんだなっていう。たら、周波数が、この自分の中の宇宙では安定してるわけですよ。悲しいでも安定してくるし。これ不思議と、こういう、なんか法則を感じますね。自分でこう体験しながら。そのまま宇宙の根源が言っていたことと全く一緒で、ちょっと、ああ、そうです。うん。そんな説なんですけれど、古典とか展示会とか、なんかあったりします？そうですね。いろんな方もそうやっておっしゃってくださって、お披露目できる時があったらやっぱりいいなって私も思うんですけど、偉そうな言い方になっちゃうかもしれないけど、絵をただただ展示するとか、個展するとかってイメージではないわけですよ。で、空間、音楽、音もね、音と空間と、その自分の奏ちゃんたちとの、こう、共鳴してるこの空間がやっぱ見えちゃうので、で、それを体現しようと思うと、ちょっと構えがいるわけですよね。パンとできないというか。とりあえずちょこちょこやってもいいんですが、イメージがないわけですよ。普通にこう、ちょっとギャラリーにね、作品をね、こう置いて並べてっていうイメージではないので、空間演出をする。それなりにやっぱり期間と準備もかかる。そこまでの活動は、やっぱりいろいろと土台として、レプリカ販売とか、その時その時のね、降りてきたところからの行動をしてきながら、さっき言ってたそういうイメージを、具現化していきたいなと思うのと、あと、何年も前に、ある時急に映像がまた降りてきたものがあって、で、これ、さつきちゃんにもすでにお話をしていることなんですけど、私のこの、この子たちが立体映像で、あるドームの中をこう飛んでるね、映像が見えたわけですよ、急に。で、これ何かすっごいスケールのものを見せられて、何を見せられてるんだろうという、もう何年も前、10年以上前かな、初めて見えたのはね。で、とんでもないなんかこうビッグスケジュールで、プロジェクトなので、えこれ、私の絵が飛んでるんだけど、何って。でもそれ何回も何回も見せられるうちに、ああ、実現するんだなって確信を得たわけでしょ。うん。何にもやってませんよ。ただ描いてるだけだし、そこに対する何かこうプロジェクトに向けて具体的な活動をしてるわけではないんだけど、でも近づいてるわけですよ。いろんなことが。例えば、こういう形でもう、この世界って、例えば AI にしても、どん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 もう進んでるわけですよね。だからその映像化で言ったらプロジェクトマッピングとか、3D 化とか、ホログラムとかね、メタバースだとか、もう進んできたわけですよ。映像が初めて見えた時は全く私その世界知らないので、なんか本当にいけてくんだなってこう、照らし合わせもできてくるし、すごいそのプロジェクトやるにはもうたくさんの方のお力をお借りしなきゃいけないわけなんですよね。当然。うん。でもそういうのってすごく感じ出してきてるわけですよ。なんか、ちょこちょことかね。他の映像も見えてね、これ本当に実現化するみたいな。
うん。なので、そこも含めて、まあ、大きな活動にはなりますけど、そこの手前にはちょっとね、やっぱり小さい活動も含めながら、うん、そこのビッグプロジェクト、皆さんのお力をお借りしながらね、うん、進めていきたいなとは思ってますね。とりあえず、概要欄に、ソラさんのインスタとか、ホームページとか、お貼りしてもいいですかね。はい。インスタは TikTok もやってますけど、ね、シンギングボールも、まあ、なんせね、私のシンギングボールにしても祈りっていうのは、ただ何かをどうにかしたいとかそういうことではなくって、すべてこの世界のこの歪みの完璧さにありがとうっていう祈りではあるわけですよね。うん。すべての皆様が素晴らしい体験をされてて、うん、みんな完璧にね、あの体験されてる、その喜びの波動を波紋でね、うん、また自然に広がってたらなという感じで、シンギングボールも、このかなでちゃんたちも波紋です。はい。ぜひですね、ソラさんも、とか見てみたいなとか、あの、ちょっとソラさんの活動気になるなとか、あとは、先ほど見えてた映像を、私が開催して、そこに出てもらってもいいよとかっていう方いらっしゃいましたら、もうぜひ、ソラさんに直接コンタクトをしていただければ。ね、はい、ありがとうございます。そこは私がね、できない分野なのでね、うん、はい、一人ではできません。すぐね、実現しそうな気がしてますけど、ね、さつきちゃんもその私が見えた映像同じものを見てくださったもんね。すごい素晴らしい世界観でしたね。ありがとうございます。なんか、ここで言っていいのか、あれなんですかね。なんせ私、さつきちゃんの作られた音楽、さつきちゃんの奏でに、もう、惚れ込んでいますので、もうこれが素晴らしくってね、スイスハッピーライフの方の、いっぱいね、動画とかショート動画とかもある中で、ロング瞑想音楽、あ、はいはい。うん、ね、あれを作ってくれて、本当素晴らしい、体感ができるわけですよね。もう、心地がいいっていう一言じゃなくって、でその細胞に染み渡るので、睡眠もいいし、目覚めもいいし、あそこで語られてるように、本当に目覚める、うん、書き換わるってことが起きるとも言えるぐらい素敵な周波数なんですよね。だからこれもぜひぜひ、一緒に届けさせてください。なんか、さつきちゃんのね、奏でを。こういえば、ソラさんに、はい。いただいたんで、まあ今、うん。ちょうどいい機会なのでお話ししようと思うんですけれども、ソラさんが、なんとですね、ソラさんの奏でさんたち、絵を私の瞑想音楽の時に使ってもいいよと言っていただいて、ソラさんの絵をあの使わせていただくので、さらに周波数、波動アップの音楽ができるかと思いますので、嬉しいね。さつきちゃんの、やっぱり、かなでちゃんたちね。うん。メロディーと、私の絵の融合ができたら、どんだけ、まあ、自分自身がすごくワクワクするし、感動なんですよ。もう、感覚的にそのイメージがこう一緒になっている時の、その感動がすごくって、うん、これが実現できることが私にとっては逆にもう感謝ありがたいことなんでね。ぜひぜひ。すごいんですよ、さつきちゃんの。もうこれ、ダントツ1位なんでね。ここジャッジしますよ。着ながらウォーキングしたり、休んだり、お風呂入ったりで、私がどれだけいろんな気づきがあるかっていうのをものすごく感じるし、とにかく
宇宙とつながってる感と、地球とつながってる感と、を感じるんですよね。すでにつながってたんだなっていう感覚に、うん、なれるんじゃないかなって思いますね。うん。まあ、もう本当にそれは宇宙に感謝で、もね。う、うん。全部の音が、もうインスピレーションで降りてくるというよりは、もう自動書記みたいな形でね。降りてくるので、もう私のすごい。力ではもう本当に完全にないので、さつきちゃんという媒体を通してね、そこに存在しないとやっぱり具現化できないわけだから。うん。そこも宇宙はちゃんとね、つながって、さつきちゃんを通して、ね、現実化にしてくれてる。だから、大きい存在ですよ。というと私宇宙の、手下っていうかでした。うん変身。手伝いさんっていうか、うん、うん、ただの本当にパイプとして存在させていただいてる気がするんですけれども、うん。だからもう本当大に事。でも、もうこんななんかね、自分がしたみたいにね、宇宙やってくれてありがとうっていつも感謝してるんですけれども。でも、そう、まあ確かに、自分がやってるって感覚から、ほんとすべての力、もう私が描かせていただいてるのもそうなんだけど、すべてのものが揃わないと、やっぱり描けないし、奏でられないし、例えば雫っていうのもね、例えば古典やるにしても、さっき言った、ドームでね、何かこう、プロジェクトやるにしても、絶対に一人でできないことなんですよね。必ずおかげさまの存在、宇宙、地球、皆さんのエネルギー、うん、波動、周波数、すべてが整わないとできないわけですよ、これね。これか。うん。だから、そう思いながら描くともう本当に感動なんですよ。うわ、これ私一人じゃない、一人私が描いてるんじゃないっていう、すべてが整って描かせていただいてるんだっていう感謝。うん。なので、その感覚を波紋でまたね、うん、広げられるといいなーって。ね、語りかけてくるぐらい、もう本当に存在感があって、言葉では表せないような高波動を放っていて、見てるだけで、それこそ体が共鳴するぐらい、結構強力な絵をお描きになるんで、福田さんの絵をみんなに知っていただきたいなと思ってます。ありがとうございます。そうやって皆様におっしゃっていただけたり感じていただけるのも本当に最大の喜びなんですよ。もう、これをこう三次元的な言葉で言うと成功というのかもしれないんだけど、あ、素敵ってね、あ、なんかもう幸せとか、そうやって感じていただけることってもう最高のね、私の喜びではあるので、まあ、宋さん自体も、かなり宇宙人で面白い方なので、そうだったら、もうちょっと配信とか表に出てほしいなっていうのが私のただの、あ、ね、常日頃ね、そうやって、うん、応援してくださってて、はい、三次元的な努力っていうものを楽しみながらね、うん、楽しみながらそういったものをさせていただこうかな、これからね。そうですね、うもう、ん、TikTok とか。ね、だって、応援してくださってるし。ソラさん喋るの嫌いじゃないじゃないですか。あ、べしゃりですね。結構ね。だから、ぜひぜひ、ちょっと TikTok、せっかく上がっうん、たんで、はい、趣味にしてます。ということで、はい。あ、皆さんの TikTok フォローしましょう。はい、よろしくお願いします。TikTok の場合はちょっとこの顔じゃないかもしれないけどね。かなり美人化されるかもしれないけども、またぜひぜひ、はい、配信とかね。もともと配信者だったんですけどね。なんかそう伺ってます。ね。はい。あるアプリでね、配信者ではあったんですけどね。だから、慣れてないわけじゃないんですけど、うん、まあ、これからも、ちょっと、やっぱりね、皆さんもそうやっておっしゃってくださって、何よりもさつきちゃんがね、背中スイッチを押してくださってるので、はい。ぜひぜひ、これから活動をね、していくように
心がけます。はい、もう楽しみにしてはい。ます。で、今日ちょっとはい。戦ってしまったので、ちょっとまたね、第2弾ということで、うんうん。冬考えできたらなと思い、あ、はい。ありがとうございます。なんか、いっぱいね、お互いいっぱい詰まってるんでね、キリがないぐらい、本当はありますよね、情報はね。そうですね、2人で話しうん。たら多分、1ヶ月間ぐらい24時間話しても足らない。そうですね。多分、宇宙時間で言うと相当いりますよね。もまた第2弾とかで、私がすごく興味を持ってるとう。うこん。ろのお話を、今度、はい。そらさんに質問をしていただいあ、て、答えはい。かなと思っておりますので、よろしくはい。します。はい。お招きいただいて感謝です。お願いします。ありがとうございます。かなでちゃんたちもね、皆さんのおかげで書かせていただいて感謝です。ありがとうございます。ありがとうです、あつきちゃん。じゃあ、それでは失礼いたします。失礼します。